皆さんこんにちは。一貫張りのりあんですこれこの間作ったワンピースかわいいでしょ結構気に入ってます。サラサラしてて着心地いいです。割とこれもゆったりめなんですよね。 35×4 だから140センチぐらい脅威あるかな。質問で多いゆったりサイズご希望の方がいらっしゃるので、今日はワンピースのちょっとゆったりとサイズの増やし方をやっていきたいと思います。この動画を見ていいねと思ったら高評価をつけていただいたり、チャンネル登録していただけますと新しい動画のお知らせが届きますので、この機会にぜひよろしくお願いいたします。では早速始めていきたいと思います。作り方はピロンピン、いつものように動画で説明しています。ゆったり編、めっちゃ簡単ワンピースサイズの出し方。私が今着てるワンピースの応用編ですよ。じゃあ全体的にサイズは108センチから120センチ。108センチはだいたい膝下。115センチは膝下10センチぐらい。120センチは膝下15センチぐらいです。用意するものは、これ反物の幅ね、だいたいね、反物の幅って 33×36 センチあります。これを2枚。長さはね、240。長いよ。足し分ね、これも240センチの長さで4センチから幅足していきます。4箇所増えるので、縫い代が2センチ。だから4センチから2センチ引いた残りの2センチが増える分です。それが4箇所あるので 2×4 で8センチ全体的に大きくなります。サイズを大きくしたいときはここの幅を5センチ、6センチ、7センチと増やしていけばいいですよ。1センチ増やしたら4センチ増えます。2センチ増やしたら8センチ増えます。3センチ増やしたら12センチ増えます。そんな感じでイメージしていってください。お袖のところは40センチ。それでここ半幅ぐらいっていうのは反物の幅の半分、だいたい16センチぐらいあります。これを2枚用意してください。布の用意していきます。今日は浴衣をほどいたものを使います。で、一番ここの身ごろのところね、身ごろのところは肩のところが割れてるんです。それも説明あったと思いますけども、こんな感じでね割れてるの。だからこれはもう中表にこうやって折って、でここ1センチミシンかけてやっていきます。なので長さ長いのが2つあるので、これであと袖のところはこの浴衣をほどいた時のお袖を使います。足し布はこの浴衣をほどいた時のここの襟の部分や合わせの奥身のところを使っていただいてもいいんですけども、今日はちょっと違う浴衣の濃い歯切れがあったのでこっち使っていきます。そうするとアクセントにもなるし、脇のところに濃い布やってるとちょっと細見え効果があっていいかなと思うのでやっていきたいと思います。それでは布をカットしていきますじゃあ準備できたからカットしていきます。これ長いやつ2つに折ってあるから240の半分やから120やね。それをまた半分に折ったら60、4枚重ねで60のところを切ったらいいので、そしたらここにカッティングボードあるから60の目で合わしたらここ、そしたらここで下の線にぴっちり合わして、これもぴっちり合わしてあげる。でこうめくったら先印つけといて、このところにもちろんハサミで切ってもええんやね。私はカッティングボードが好きなだけ。はい、じゃあこれで見返しのこの前の部分できました。今度お袖40センチと16センチのが2枚だったからこの残ってるやつが40あったらいいんやね。あ、ちょうど40ある。1枚使おう。1枚使えへんやつはぽい。これちょうど40あったから
これも半分にしましょう。下合わせて10、20、37、18.5 で切る。はい、お袖が出来上がり。こっち裏表分かれへんなるから、こっちが裏シミがついてる、なんかにじんでるからね、こう折っといて洗濯バサミにしとこうか。そしたらこれはミシンの部屋持っていくから、それも OK や。私布のところ、これもう一個の浴衣のここの前の長いところ、そこもちゃんとほどいて4つに折っといたよ。これが長いところで4つに折ってあります。1、2、3、4で、こっちが切れてる方やから、切れてない方どうせやったら使いたいよね。そしたら切れてない方がこっち4センチのやつが240が2枚やから、4センチを2本取ってあげよう。そしたら4センチ。ゴーちゃんがここで見守ってくれてます。今日なごちゃんもいました。はい、ピロピロリンで4センチが1本、あともう1本ね。カッティングボードとか質問が多いものはタイトルの下にリンク貼ってありますんで、よかったら見てください。はい、綺麗に切れました。はい、これで全部のパーツが用意できました。そしたらこの段取りに沿って次にミシンで縫っていきます。いくよー。反物がね、まるっとなくって着物とか浴衣をほどいた時はそれを使いましょう。一番長いところはここ身ごろの部分になるんですけど、首のところに切り目が入っています。ここのところが肩のラインになるようにします。くるんと半分に、ここを中心に半分に折って中表にして1センチの縫い代でミシンをかけましょう。ここのところはジグザグミシンやロックミシンをかけとくといいですよ。これを2枚用意してください。ほな、縫っていこうかな。今度のやるやつはここ浴衣ほどいたやつやな。浴衣ほどいたやつのここの首のところ割れてんねん。こうやって割れてるから中表にして、まずここ1センチでミシンタタタタタタってかけて、端の始末をやってしまおうと思う。私はもうめんどくさいからロックミシンで一気縫いや。ほな、ロックミシンの用意できたから縫っていくな。ここに普通のミシン、こっちにロックミシン置いてあるねん。そしたらいつでもやりたい時にできるから超ええ感じやで。4本ロック使ってるから、4本ロックってこんな感じになるね。知ってる人はスルーしてや。んで2本の針で普通のミシンの縫い方でまっすぐ縫うね。あとの2本で端っことかかっていってくれるね。そやから普通縫いと端ミシンが一気に縫えんねん。便利やで。次は足し布をして体のね、胸囲のサイズを増やしていきます。反物の幅の33から36センチの布に4センチの幅に足したものを足していきます。ここで1セット、ここで1セットっていうことやね。そうしたらここのところを中表に合わせて重ねます。そして端っこから縫い代1センチのところをミシンで縫っていきます。端っこはほつれ止めにジグザグミシンやロックミシンをかけとくといいでしょう。縫えたらこれをパカッと開いて、ここアイロンで縫い目のところを押さえていくとぴっちりとした綺麗な布になります。これを使ってさあいよいよ作りますよ。サイズを広げていきます。さっき真ん中の縫ったやつの端っこにこの別の色の違う浴衣4センチで、これを中表にしてこっちが裏やから、さっき真ん中のだから間違えへんよ。今私の方が表やから中表にしてはいでいくよ。ここをミシンでカットしたとこやからジグザグミシンかけるかロックミシンで始末した方がいいと思う。私はめんどくさいからロックミシンでやっちゃうけど、最初にジグザグミシンかけてから1センチで縫ってもいいし、1センチで縫ってから2枚合わせてジグザグかけてもいい。お好みで。じゃあ私はロックでこうやってつないでしまうね。よし、ロックミシン登場や。いつものように決めて、はい、ミシンかけるよ。
2枚合わせてロックの時は待ち針使えへんねん。危ないから。こうメスって言って布切りながら縫ってくれるから、待ち針ついてたらカットしたらパーンと外れて危ないから、ピンチで留めるかこんな感じでやります。長いから一気にいくで。一気にいくでってもう止まってるよ。って感じで2セットやっていきます。縫えたよ。で、さっき長さ合わせへんかったから長いまんまやったから、ここハサミでチョキンって切ってあげる。ここの長さに合わせて、こっち側のが見えるか。以上ぴったり。じゃあもう一つやっていくね。ほんなら布をこうやって拡張できたから真ん中縫っていくよ。身ごろを縫います。これさっき足した布のことと考えてください。2枚中表に合わせます。中表に合わせたら縫い代1センチでミシンかけていきます。ここね、13センチと23センチ。ここは首が通るところだから縫わないで開けときます。だからここで一旦縫い止まり。次またここから縫い始めて下までミシンかけてください。開いてここのところにアイロンをかけていきます。縫い目がぴっちりするからね。そうしたらこういう状態になります。ここのところをすっきり見せるためと縫い代がパカパカしないために押さえのステッチを 5mm 幅ぐらいでかけていきます。この時に先ほど縫わなかったところ、ここは縫ってないよ。ここの押さえのミシンだけ一緒にこの流れでかけます。こっちもからトゥーって縫ってきて、このまま押さえミシントゥーってかける。こっちもトゥーって押さえミシンかけてトゥーって下までミシンかける。そうするとここは開いてて、ここはステッチかかってる状態になります。次真ん中縫うのは反対側の何にも足してない方やからね。首つけるところ、襟のところの空きの印つけていきます。ここがさっきミシンで縫ったところ。それで他の人で反物からやってる人はこの 2m40 の真ん中の120のところが真ん中になります。で、前の首開けとくところがここ23センチ、23センチ。これは100均の水で消せるチャコペン。便利。こっちが13センチ。ここ印つけときます。これは何かって言ったら、端っこからミシンかけてきて、ここで縫い止まる。飛ばして、こっからまた縫い始めるっていう、ここは縫えへんよっていうゾーンです。私うっかりさんやから印つけとかへんと絶対縫うねん。それから同じピンチやったら分かれへんから、ここだけ色の違う洗濯バサミ使います。ほなここ来た縫い止まりやでっていうのが分かるから。ほんなら縫っていきます。ほら違うピンチ来たやろ。ここを外してここで縫い止まるよって覚えとくの。縫い止まるからここで止まり。はい、返し縫い切る。よいしょ。そしたら今度こっちの違う洗濯バサミまで切って印つけてあるからここで落とす。よいしょ。でまた返し縫いやって縫い始めるよ。めったに登場せえへんでっかいアイロン台です。これさすがに 2m40 長いからこれでアイロン当てていくよ。小さくてもスチーム出るパワフルなやつや。昨日でもいいんやけどな。でどんどん当てていくよ。はい、そしたらさっき縫ったやつを開いて縫い代のとこアイロンで割りました。ならここ真ん中の縫い代のとこから5mmから半分ぐらい、5mmぐらい、ちょうど5mmぐらいのところをステッチかけていきます。この時になんでかけるかっていうと、押さえミシンやね、これがピロピロせえへんのとステッチかけるとそこがしっかりなるからや。この首のところ、これ長いからね、いっぱいある。よいしょよいしょ。あ、これちょっと私リボンで後ろマークつけようと思って忘れへんようにやってんだけど、ちょっとややこしいから止めとこうか。はい、襟んとこ、ここポイント。ここ襟ね、首元っていうの、襟っていうの、ここのところです。ここだけ縫い飛ばしてるからほら開いてるでしょ。ここどうするかっていうと、こ
こも引き続き真ん中ミシンステッチタタタタタタってかけて、ここもステッチタタタタタタってかける。そしたら首がヨレヨレせずにちゃんとここステッチかかってるから綺麗な襟が出来上がるっていうわけやね。これを両サイドステッチかけていこう。はい、そしたらさっきの身ごろのここの中心はステッチかけられました。次はお袖の用意しますよ。袖をつけます。これを2つに折ります。ここジグザグミシンかけときましょう。こことここね。耳のとこはかけなくていいから、耳じゃないとこはジグザグミシンをかけといて、ほつれてくるからロックでもいいですよ。そしたらこれを2つに折ります。ここを5ミリから7ミリのところにステッチの押さえミシンをかけます。これをこのままこっちに持ってくるよ。この本体表です。袖も中表になってて表ね。これ両方表やからね。こう真ん中が裏になってるからね。繰り返したところが模様見えるとこやから。これを乗っけます。お袖の中心とこの身ごろの中心を合わせて乗っけます。1センチの縫い代で縫ってください。そしたらこれをこっちにパカッと開いてこうなるでしょ。でここをアイロンで押さえます。こっちも同じようにやってください。こんなねお袖やねんけど、ちゃんとこれくらいの半袖になるの不思議よね。こんだけ肩落ちてるってことやね。じゃあこれお袖切った分です。でどっちが表かっていうとこっちが表。それで細けてくるからここ注げてくるからここロックミシンかけときました。皆さんはジグザグミシンとかあったらそれで端の始末やっといてください。これを半分に折ります。これが袖になります。でこれ半分に折ったまんまやったらここふかふかになってなんとも始末が悪いから5ミリ幅ぐらいでステッチかけといてあげます。大雑把やから待ち針とか全然使わへんの私。この時に5ミリ幅ってだいたいどれぐらいかなって思うのね。毎回言うけど私はこのミシンの押さえの幅ぐらいが5ミリから7ミリが多いからそれを目安に縫ってます。ほんならまっすぐ縫えるから。できました。これ両方やるね。はい、ほんならここステッチかけられました。お袖の準備もできました。ほんならお袖つけていきましょう。ここ見て、ここ頭、ここね頭パカッと入るところで線の中心線、ミシンの乗ったところが中心線。ここに半袖置いていきます。ここは縫い目ない人は真ん中の印つけといたところにやってください。袖は外側やから継ぎ足したこのちょっぴりでもたかがちょっぴりされどちょっぴりここにのせます。でこのカフスを半分に折ったところが合わすところ、ここね半分に折ったところでこの時にこうなるからこっちが内側になるから表が可愛い柄くるようにしてできたら前に可愛い柄くるようにしておくといいかも。別に気にしなくてもいいけど余裕のある人はそんなイメージでやったらええんちゃうかなと思います。半分に折ってここ丸くつけてここ赤い点つけたところが中心のマーク。こことここの縫ったところの延長この辺置いてそして目印で洗濯。じゃあずれへんように洗濯でこうやってよいしょのっけてあげます。今回ちょっと袖ゆったりめにしたから私のより4センチ多いだから2センチもう2センチ広がるようになってます。はい、じゃあそしたらこう重ねて中表ですよ。こっちが表こっちが表中表に重ねたこのところまた端から 10ミリ1センチの縫い代でタタタタタタって端から端まで袖のところ縫うてをつけてってあげましょう。両方ね。でそれ縫えたら開いてこうやってここアイロンで押さえてあげましょう。ほんならやるよ。縫えました。いよいよもう仕上げに近づいてきましたね。中表にして袖から脇まで一気に縫っていきます。まで一気にタタタタタタと
縫っていきます。それが縫い終わったらアイロンかけとくんですよ。でここの裾のところを仕上げたら出来上がり。中にね1センチの三つ折りにします。とこんな感じね。そしたらここに押さえのミシンをかけたら出来上がりです。めっちゃ簡単。縫ってここ開いてアイロンかけました。そしたら今度縫い合わせていきます。こここうやってピンチでやっていくよ。でこの縫い方はこの間やったこのワンピースの時の脇の説明分かりやすくやってあるからその動画くっつけますね。今日はここ足したところ、皆さんさっきジグザグミシンかけといてねって言ったのかかってるかな。かかってたらこの普通のミシンでツタタタタッとこのまま縫って針抜かんとそのままこう置いていって裾まで縫っていったらいいですよ。縫ってなかったら2枚合わせて縫った後でジグザグミシンかけて端のかがる始末やっといてください。じゃあちょっと6ミシンタタタってやるわ。なとこから縫っていくよ。返し縫いしてここ脇ずれたらあかんから必ず目打ちでキュッと押しといて止まる。こう針刺したまんま押さえ上げて、そしてここの脇に流れていくところ、これ私適当にいつもやってるだけやから正しいかどうかは分からへんからね。自然な流れをここぴっちり合わして持っといて、ここ自然な流れを作ってこうやってここ倒して、それでこれ緩やかによいしょよいしょ1センチになるようにこうやって下に下がる。ロックロックロックミシンで、ここでメスを解放して、メスっていうのはカッターついてて余分なところは切りながら縫ってくれる。見ててや、縫い上がりが全部カットされて綺麗に縫えてるっちゅうことです。お袖の下から裾までツタタタって縫ったよ。はい、そしたら今度ここ裾縫っていきます。こうやってだいたい1センチぐらいで三つ折りにしてステッチかけてぐるっと1周かけたら出来上がりです。もうちょっと頑張ろう。はい、できたよできたできた。はい、ちょっとゆったりワンピースこんな感じ。サイドのラインが効いてると思う。着替えてきて早速お披露目やね。はい、できました。こんな感じ。どうですかねちょっとだけあんな4センチのちょっとだけ広くしたのになんかすごい大きくなったような気がする。長さもさっきと同じ長さのはずなんやけどなんか長いような気がする。気のせいかな、加減やからなまあそんな感じや。胸囲とか全体的に8センチ広がるってことは3サイズぐらい大きくなるんかな、分からへんけど。でそんな感じで大きくしてみました。こんな感じです。サイズの大きくし方分かっていただけましたかちょっとずつここ1センチ増やしたら4箇所あるから4センチ増えるっていう風に思ってください。私が背が160センチで着丈120で作ったら長さがこの長さ、膝下15センチぐらいだから身長が150センチぐらいの人は10センチ短く作ったらいいと思います。お気に入りのご自分の丈のワンピースとかあったらその長さ合わせてその長さでやったらいいと思いますどうでしょう、いかがだったでしょうか。今日はちょっとゆったりしたワンピースのサイズの調整の仕方と作り方でした。またリクエストとかご希望とかありましたらお気軽にコメント欄に入れてください。できるだけイメージしてやってみたいと思います。ちょっとゆったりめのやつもご意見いただいたのを参考に動画作ってみました。高評価いただけると嬉しいです。チャンネル登録いただけるともっと嬉しいです。これからも一貫張りや着物のリメイク、楽しい工作、お料理いろいろ作っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。一貫張りのりはんでした。バイバーイ。